皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、家に幸運を呼ぶはずの植物が悪運を引き寄せる危険な観葉植物3選ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、いつもスピリチュアルをより理解して自分の直感力を高めていって人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかるチャンネルになっておりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ今日はですね、この観葉植物っていうのは本当にね、手軽に今どこでも買えたりするので、なんとなくいいなと思って家に置いてる方っていうのは本当たくさんいらっしゃると思うんですね。でも、この観葉植物がですね、僕たちこういうスピリチュアル的なものとか、または風水的に見たりするとですね、それぞれやっぱり特徴があったり、エネルギーの違いがあったりするわけなんですね。で、そこをちゃんと理解していないと、実はマイナスのエネルギーを生んでしまってですね、良くないじゃんっていうようなことになったりするわけなんですね。はい、今日はそんな話をしていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。でもそもそもですね、観葉植物っていうのは、皆さんご存知の通り、空気の清浄の効果があるわけです。空気をきれいにしてくれるわけですよね。だから、部屋に置いておくと、もうそれだけで部屋を良くして、部屋の空気を良くしてくれるという素晴らしい優れものであるわけなんです。で、それだけではなくてですね、観葉植物っていうのは、この家の中の悪い気とかエネルギーってありますよね。そういうものを浄化してくれたり、厄を避けてくれたり、悪いエネルギーを避けてくれたり、そういうようなこともしてくれる、役割もあるわけなんですね。例えば、家の中っていうのはこの家の角ありますよね。そういうところって、エネルギー、悪い気が溜まりがちな場所だったりするんです。だからそういうところに、元気のあるとかですね、浄化してくれるような、植物を置いていたりするといいわけなんですね。はい。ただですね、やはり、その使い方とか、ちゃんと特徴を知っていないと怖いということになるわけです。ということで今日はですね、悪運を引き寄せる危険な観葉植物3選ということで、こういう使い方をすると、運を悪くしてしまうので気をつけましょうということを今日3つご紹介していきたいなと思います。まず1つ目。一つ目はですね、風紀植物っていうものの扱いに気をつけましょうということなんですね。この風紀植物、この今字を見ていただいていると思いますが、風紀植物、風水的にですね、すごくいいものを与えてくれるという意味なんですね。風水的に言いますと、この風紀植物っていうものと、これと反対にですね、仮殺植物っていうものがあるんですね。大きく分けて。この風紀植物自体は良い運気を活性化してくれて、そしていい開運効果も望まれるっていう、素晴らしいものなんですね。で、この反対に仮殺植物っていうのは今度はですね、外から入ってくる悪い気などを払ったり、守ってくれるという、働きをするわけなんです。だからどちらも素晴らしいものなんですが、エネルギーとしてはちょっと違う働きをしてくれるということなんですね。で、今お話ししたいのはこの風紀植物っていうものです。この風紀植物、どんな木かと言いますとですね、皆さんも聞いたことあると思いますが、幸運の木とか、ゴムの木、またはミリオンバンブーっていうのもね、ありました。これ僕もすごく一時期流行ってたので、すごく家に買ってきたりしましたがね、こうやってくるくる回ってる竹とかが、小さい竹がですね、どんどん伸びていくと金運が良くなるっていう風に言われて買ってきたこともあります。こういうものをですね、置いちゃいけない。この風紀植物を置いちゃいけない場所っていうのがあるわけなんですね。それがキッチンとか洗面所、そしてトイレ、お風呂などに置いてはいけないということなんですね。なぜかというと、この水を使ったりする場所、こういうキッチンとか洗面所、トイレ、お風呂場っていうのはですね、この運気を流したり、燃やしたりしてしまうという、そういう働きがある場所でもあるわけなんですね。だからせっかくこういうゴムの木とかですね、ミリオンバンブーとか、
いいエネルギーをどんどん生んでくれたりする木なのに、それを流してしまったり、燃やしてしまったりという、結局そこにある意味がなくなってしまうということなんですね。はい。ですからこの風紀植物を、買っていらっしゃったり、家の中にあったらですね、ぜひキッチン、洗面所、トイレ、お風呂の近くにはね、置かないようにしていただきたいなと思います。そして二つ目は先ほどご紹介した仮殺植物ですね。この仮殺植物っていうのはさっきも言ったみたいに、悪い気、今日をですね、払ってくれたり、そこから守ってくれたりっていう働きがあるわけなんです。で、この仮殺植物の代表的なものが皆さんよくね、家でも買われるサボテンなんですね。で、このサボテンっていうのはですね、気の良くないところに置いておくとですね、それを吸収してくれたり、結構どんどん吸収したりですね、または窓辺なんかに置いておくと、外からの悪い気をシャットダウンしてくれたりするんです。だから結構リビングとかに置いてたりすると、この観葉植物っていうのは悪い気を吸っちゃったりするとどんどん枯れていったりするわけなんですね。その枯れていった時はですね、ありがとうねって感謝して、捨ててですね、また新しいのを買ってくるといいんですが、この働きがですね、サボテンには特に多いということなんです。はい。だから、このサボテン、仮殺植物を置いちゃいけない場所っていうのが実はあるんですね。それが、玄関、寝室、そしてキッチンなんです。これなんでかっていうとですね、この玄関っていうのはもともと、僕たちのですね、良い気の入り口でもあるわけなんですね。で、寝室っていうのは、人間関係を良くしてくれるエネルギーを生むと言われています。そしてキッチンはですね、金運とか健康運っていうものをですね、生んだり、そこに作用して入ってくるというふうに言われているわけなんですね。ですから、ここにこういうですね、金運、健康運とか、玄関、寝室、キッチンにですね、サボテンを置いておくと、そのせっかくいいエネルギーが生まれてるのに、どんどん吸ってしまったり、シャットダウンしてしまうということにつながっていくということなんです。はい。ですから、この良い気を入れたいところはですね、玄関、寝室、キッチンなんですが、こういうところにはサボテンを置かないようにした方がいいということです。はい。ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。そして三つ目ですね。これも人気のパキラとかモンステラの枯葉を気をつけてくださいということなんですね。このパキラとかモンステラっていうのは本当に育てやすいですし、すごく見てても可愛いしね、育てやすいんです。強いのでね。はい。だから、特にですね、この二つっていうのはとても良いエネルギー、強いエネルギーを放ってくれるので、すごく置いておくといいんですが、ただですね、この葉が枯れてしまったりして落ちたりしたものをそこに置いておくとですね、今度反対のエネルギーが生まれちゃって、エネルギーが強いがゆえに、ネガティブなエネルギーを今度枯れたら生んでしまうわけなんですね。だからこのパキラとかモンステラをもし持っててですね、葉っぱが枯れちゃったなとか落ちてしまったなっていう時はもうすぐに掃除をするということに気をつけていく方がいいということですね。はい。こういうふうにですね、観葉植物っていうのは本当に僕たちに良いものをたくさん与えてくれるわけなんです。だからこれをですね、家の中に置いておくっていうことは素晴らしいことなんですが、今日お話ししたですね、風紀植物の扱い、仮殺植物の扱い、そしてパキラ、モンステラの枯葉、こういうものはですね、やっぱり、もういつも綺麗に保ってですね、置き場所を気をつけながら使うと、家にいいエネルギーが来て、自分だけじゃなくて家族のみんなにもいいエネルギーを与えるので、ぜひやってみていただきたいなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかをお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、僕、概要欄の方にですね、ホームページのリンクがございます。僕はですね、ほぼ毎日ですね、開運スピリチュアルするために、スピリチュアルを使って開運するためにですね、こういう風にしたらいいよとか、元気の出る、そんな言葉なんかもホームページのブログで開けております。はい、そういうのに興味ある方はぜひホームページの方もチェックしていただいてご覧いただきたいなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ叩いてから、
それではまたお会いしましょう。さよなら。